可愛くですねキラッとラインストーンみたいに入ります。フレンチらしい個性だと思います。哲学的というかね、うわ広深っ、もっちもちや。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日ご紹介するのはこちら、シトロエンから新しい C3 が発表になりました。今日はですね、ここ飛騨高山でランデブーズシトロエニスト2025というイベントが行われておりまして、もうシトロエンオーナーさんがたくさん来られているイベントなんですけれども、ここでお披露目されたのがこのニュー C3 です。まずはですね、この動画では内外装と使い勝手編をお届けしてまいります。そして今回来日したですねシトロエンのカラーマテリアルデザイナーの柳沢千恵さんの独占インタビューをこの次の動画でお届けします。そしてその後にさらに試乗となります。皆さんぜひですね3本まとめてご覧いただけたら嬉しいです。それでは今日もチャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。さあ、それではエクステリアです。フロントフェイスから見ていきましょう。新しい世代のフロントフェイスに変わっております。これですね、そもそもオリというコンセプトモデルがありまして、そこを発端に新世代のデザインに変わったんですけれども、シトロエン生誕100周年を記念して新しいロゴになったこのフロントのロゴと、それから新しい世代のライトデザインが組み合わさった、一番最初のモデルと言われておりますけれども、日本ではすでにベルランゴが出ていて C4 もですねこれのハイブリッドデザインみたいになっているので、ここのですねライトのデザインで各車両で少しずつ表情を分けているっていうのはすごく面白い部分です。さあ、この新世代のデザインにおきましては、水平と垂直っていうですね直線基調のデザインを組み合わせたデザイン言語が特徴となっています。このですねライトの中にも実は光らせると3つの長方形が隠されています。光らせます。さあ、これでライトがオンになりました。ハイビーム、右左、ハザードです。1、2、3といった形でですね、こういうねこの3つの長方形でそのシェブロンを表しているっていうね、四角なんですけれども三角を表しているっていうすごく面白いデザインでもあります。同時にその水平と垂直というのをこちらで表してるんですね。で、ターンランプはここに入ってます。ちょっとね目頭のところに可愛くですねキラッとラインストーンみたいに入ります。さあ、そして先ほども少し言いましたけれども、シトロエン生誕100周年を記念して新しいブランドロゴに生まれ変わりましたダブルシェブロンです。ダブルシェブロンがこの形になった話と、それからこのロゴに関して、このエンブレムに関しての秘話は次の動画でぜひご覧いただきたいんですが、その本国でですねカラーマテリアルデザインを担当されている柳沢さんにお話しいただきました。実はですねこの頂点に向かうシェブロンの柄がですねこのグリルの上の方にも入っているというのがすごくたくさん使われているモチーフのうちの一つでもあります。ここと、それからこのアンダーグリルのところにもシェブロンがあるんです。日本に先に導入されましたのはマイルドハイブリッドです。新プラットフォームの新しいパワートレーン、これからですねプジョーの208なんかにも入ってくるものなんですけれども、めちゃくちゃ燃費がいいんですが、実はですねこのプラットフォームベブまでを見越しております。おそらく C3 もベブ用意されてこれ入ってくるんじゃないかなと思いますけれども、そうなってくると気になるのがこのエアインテークですよね。やっぱ航続距離を伸ばすために EV は絶対に必須になりますけれども、しっかりとここに穴が開いてるんですよ。 B セグなのにこういうね、走行にまで、ちゃんとこう気を使ってエアロが作られているというのはやっぱりねフレンチらしい個性だと思います。そしてここにあるのがこのライン、マツダなんかもねこういうカラーをアクセントカラーを持ってくるのすごく上手ですけれども、シトロエンにもこういうのが入ってます。しかもですねこのアクセントカラーなんですけれども、日本だけのスペシャルコンテンツがあるので、これも次の動画ご期待ください。今日はあいにくの天気になりましたけれども、実は車を撮影するの曇りが一番いいと言われています。今日曇りを通り越してちょっと雨が降っているんですけれども、このグラマラスなカラーもご覧いただけますでしょうか。実はコミュニケーションカラーになっているのはデュセボのカラーをですねリバイバルしたという懐かしいような新しいようなねいいニュアンスのブルーなんですけれども、こちらのカラーにも実はストーリーがあります。そちらも次の動画をご覧ください。ちゃんとねボンネットがパワードーム状になっていて、すごくパワフルな感じを漂わせますよね。さあ、それではサイドビューです。
このサイドビューを見ていただくと全長の短さというのを感じていただけるかと思います。非常にコンパクトで、しかもヒップポジションが高いのですごい取り回し良さそうっていう感じなんですけれども、横から見るとしっかり B セグメント感ありますよね。さあこの上位グレードに関しましてはツートンのカラーが採用されています。このレッドはですねルーフの部分がブラックになりまして、ミラーもですねブラックです。ですからこのピラーより上が黒になっていることによってとっても引き締まった印象を与えます。先代の C3 といえばやはりエアバンプということで、ここにねプラスチックの大きなモチーフがついておりました。そちらの方はですね今回廃止になったんですけれども、そのエアバンプを思わせるようなプレスラインが入っているというところも、こう時代のねミニマリズムみたいなところにうまく合わせたのかなという感じもします。ドアノブが黒、そしてですねここにまたアクセントカラーが入っているんですよね。これもとってもピリッと効いてます。さあそれではタイヤとホイールです。この2色を使いましたタイヤとホイール入っておりまして、非常にここもですねジオメトリカルというか割と幾何学的な模様が入っています。そして真ん中にもですね新時代のエンブレムが入りまして、とってもこう哲学的というかねシトロエンらしいホイールになっているかなと思います。ちなみにこのサスペンションにあれが入ったんですけど、これは次の次にお届けする一般道試乗編ご覧ください。リアビューです。ちょっと SUV っぽい感じですよね。腰高でとっても使いやすそうです。でこちらのリアビューに関しましても新世代のデザインというのがたくさん使われているんですよね。フロントとほぼ同じサイズのエンブレムが入っています。ここにもですね実はこのエンブレムを美しく見せる秘密があるということなので、こちらも次の動画をご覧いただきたいと思います。そしてシェブロンがリアにもしっかり入っている。ライトはですねコンビラインというようになっていて離れた配置になってますけれども、この真ん中に黒い線があることによってここもですねこう段階的に、その視覚的にですね退屈にならないような、デザインが採用されているかなと思います。さあそれではリアライトを光らせてみましょう。はい、ライトをオンにしてます。今ブレーキランプを踏みました。右左ハザードです。はい、ほんのりピンクに光ってとても可愛いです。ここもですね3つの正方形を使いまして、シェブロンというのをですね線で表しているというのと、ここも垂直と水平っていうのをうまく使ってます。ターンランプは前よりもですね若干大きくて視認性の方にも貢献しているかなという感じがします。中がクリアになってて、これが立体なので分かりますかね、めちゃくちゃ立体的で可愛いんですよね。指でなぞるとこんな感じ、こうポコポコとすごくリズミカルな感じのライトになってます。またこの角度で見るとここもですね結構凹凸があってとてもグラマラスな感じになってます。ですからここストンと切り落とすのではなくて面で表情がついている、ちゃんとここでもねライトで陰影がつくようになっているというところが面白いところですね。後ろ姿に気を抜かない、ヨーロピアンなセンスなのかもしれません。さてこの C3 なんですけれども、やはりこのエアバンプもそうでしたけれども樹脂というのをですねうまく使っている、これはですねシトロエン的でもあると思いますけれども、この辺にも実は秘密があるんです。これも次の動画のお楽しみにしてください。さあそれではラゲッジルーム行きましょう。軽っ、すごい軽くて扱いやすい。うわ広っ、深っ、すごい深いです。めちゃめちゃ思ったよりも広いかもです。さあ開口部自体はそんなに広くない、結構ね盛り上がったような感じになってるんですけれども、ここがめちゃめちゃ深いんですよね。これはもしかしたらそのベブ版はもうちょっと浅くなるかも。ここにねバッテリーが入ってくることが予想されますので、その分ですねこの MHV は深く、ラゲージルームが広く捉えているというところもメリットかもしれません。いやーこれはちょっとね、新しいプラットフォームの利を感じますよね。とっても使い勝手良さそうです。もちろんこのようにここを引っ張ると、はい、64式の加藤になってますね。もちろんこのカバーも結構簡単にパコッと、はい、外れますので、これ抜くと結構広くないですか？この段差はもしかしたらボードが後付けて入るかな。いやでもここのね受けのところがあるかもしかしたらボードが入るかもしれないです。発売までにねちょっと時間があるので、そこをご期待いただきたいかなと思います。なくてもめちゃめちゃ物入りそうですけどね。さあそれではインテリア行きたいと思います。いや本当に綺麗な赤ですね。もう紅葉が始まっているので、それと相まってとっても映えます。さあそして
可愛いのを見つけちゃいました。実はですね、こんな風にタブがついてて、これ運転席、そして助手席、後部座席と、3種類のこのタブがついてるんですね。こちらの方も後で見ていきましょうよ。そしてストレージが実はですね、この中が色が明るい色にされているというのも、物を入れた時にですね、何が入っているか分かりやすいようにするためということをおっしゃってました。まさにこういうね、カラーマテリアルデザインを担当されているのが柳沢さんなので、とても面白い話聞けましたので、次の動画ご期待いただきたいと思います。ここもふわふわです。さあ、そして注目のシートです。やっぱりね、シトロエンといえばシートだと思うんですけれども、シートがもうめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、このシートがエンボスがね、これ片押しで入ってるんですけれども、ここもすごいこだわりなんですって。で、実はですね、通常2ミリの中にフォームが入っているものなんですけれども、この辺は2ミリなんですけど、実はここだけ10ミリということで、非常にここふわふわです。ですから、シトロエンイコールハイドロですけれども、シート自体がもうハイドロっていうね、すごくシトロエンらしいですね、シートに仕上がっています。そして上位グレードなんですけれども、これがエコレザーとかエシカルレザーと、それからここにファブリックが使われているというですね、コンビの使われ方なんですけれども、いろんな素材が使われていてとっても可愛いです。さらにシートのね、肩のところにパイピングが入ってるんですよね。これと同じ布なんですけど、こうやって使い分けると全然違う布を使ったような感じに見える。すごい面白いですよね。これはぜひね、販売店に行って一回座ってみていただきたいです。ストロエンのシートはストランティスの中でも割とソファーライクなんですけれども、このね、開きが結構大きくて、こうゆったり座れる感じのシートなんですけれども、それがですね、この車の性格ともよく合って、とっても乗り心地楽しいんですが、これが次の動画でお話ししていきましょう。そして中乗っちゃいますけれども、インテリアです。はい、コックピットです。おなじみのね、こう上下切り落とした横楕円の形のステアリングです。で、すごくね、エイダース系とかも今回進化しまして、いろいろと新しいものが入ったんですけれども、形状的に、個性的な形なんですけれども、実際これはですね、運転したらすぐになれます。さあ、それではですね、オンにしたいんですけど、なんと今回キーなんですよ。ね、これを挿して回すっていう。なのでそのコミュニケーションがですね、すごくレトロポップっていうところに振って、今回日本はこうコマーシャル展開をしていくんですけれども、確かにプレゼンテーションでおっしゃってたんですけど、忘れないと、カバンに入れっぱなしにならないと、なぜならばこれを挿さないと出れないから鍵を忘れないっていう利点がありますとおっしゃってて、確かにと思いました。最近立体駐車場でね、乗ろうとした時に鍵がないことって割とカバン変えるとよくあったりするので。さあ、そしてひねっていきます。はい、プルンと始動します。で、こうするとやっぱりね、インテリアも水平と垂直なんですよね。すごくパキッとしたね、珍しいですよね。パキッとしたダッシュボード、パキッとしたコックピットになっているというような感じです。で、これ光るとですね、ここにディスプレイが入るんですけれども、光るとこの中にメーターがあるのは分かるんですけれども、オフにするともう一つの線みたいになって、ここもこう馴染む、インテリアに馴染むといったようなところも面白い部分かなと思います。そしてここにもですね、はい、このようにシェブロンの柄が入っていて、さらにこの奥のこの中にもシェブロンのね、柄が入っているというところもこだわりポイントです。で、これですよ。これがね 3D ニットを使われていてふわふわなの、めちゃめちゃ気持ちいいんですけれども、ここもですね、この柄コントロールされてて、全部同じ柄がちゃんと装備されるということなのでご安心くださいという話でした。これはこういったそのダッシュボードの形状でもあり、ここに物を置けるっていうね、これ C4 カスクタスとかもそんな感じだったと思うんですけれども、ポットに物を置けるといったような利便性とかいうところ、使い勝手っていうところもあるんだそうです。そしてここに USB のタイプ C がひっそりと入っております。そしてさっきお話ししたね、助手席の方のタブは B クールね、かっこよく色みたいな、かっこよく色、かっこよく色みたいな感じですね。はい、エアコン関係もすごく美しくですね、このコンソールの中に入っています。で、ドリンクホルダー横にあって、ここ非接触充電になってて、ここにもねダブルシェブロンが入っていますね。そして、このシフト関係はこの形状になりました。新世代のね、シトロエン全部これになってますけれども、このボタン式、これが動くんですけど、この中もちゃんとシェブロン柄になっているといったようなこだわりでございます。で、パーキングがあると。
かなりシンプルなんですけれども、シンプルなだけにですね、非常にシトロエンらしさっていうのが、このねステアリングの形状を含めて個性的っていうのが際立つような感じになっていますね。さあそれではリアシートいきたいと思います。そう、ここに来ると思うんですけど、すごいねこのキャラクターラインが濃いんですよ。でこの後ろもですね、この中が白くなってて物が入っているの分かりやすいっていうのと、後ろはね Be Happy っていうね言葉が入ってます。はい。でこちらも3種類ね、この後ろは Be Happy、 違う、こっちには Feel Good だ。すごい、4種類あるのか、全部違うのか、かわいいな。これ結構手間だと思うんですけど、こういうね、こういうところなんかキュンってきますよね。さあという感じでリアシート B セグメントなんですけれども、シートがものすごいねしっかりしたシートが入ってるんですよね。これ乗り込むと結構ね、もっちもちや、すごいもっちもちや。ちょっとない感じ。すごい後ろもめちゃめちゃハイドロです。シートがすごいふわふわですね。はい、こうやって乗ってみると膝前がなんか意外とあるなっていう感じもしますし、もうとにかくお尻の下がふわふわなので座るのが楽しくなっちゃう。もうちょっとトランポリンかっていうぐらい後ろがふわふわです。これ絶対ディーラーで座ってみてください。そして今回ですね、可愛いでしょ、このわざとらしくかけときましたけれども、これオリジナルのトートバッグです。とっても可愛いのでこのままカメラバッグとして使ってるんですけど、いいですねいいですねとか言って、こういうのが楽しめたりとかするのもフランス車の良さかなと思うんですよね。いろんな意味でライフスタイル的に濃いみたいな感じもします。そしてこのシートも割とこのふわふわするので背中の方が切り立ってるように見えて意外と座りがいい。見た目よりもゆったりしてます。でこの天井のクリアランスがねすごくあるから、結構シートはねさっき言った通りストロイのシートってこう肩が張ってるというか結構大柄なんですけれども、さほのこれもこのカラーリングだからなのかな、圧迫感を感じないんですよね。ここも面白いところだなと思いました。そして実はですね、この中にこうやって座るとここにですねガジェットケースがあったりとか、この辺はねあれですけど、ここにねポケットがあるので、ここも後ろの席のことをちゃんとね B セグだけど考えてるなっていう感じもします。そして後ろにですね USB のタイプ C が2つあって、下にねシガーソケットもあるよと、結構ちゃんと座れちゃいます。これめちゃめちゃ背の高い人はしんどいかもしれないですけど、いやでも思った以上にゆったりしてますね。後ろから見るとこれまたとっても可愛いです。1層目2層目トップコート、いや大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。はい、というわけで今日はこちらシトロエンのニュー C3 速報でお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。見た目が本当に実物で見るとですね塊感があって B セグと思えないぐらい質感が高いです。今回カラーバリエーションもですねポップな色からシックな色まで揃っておりまして、こちらの方もねぜひ販売店の方でご注目いただけたらと思います。発売はですね来月になっておりますので、こちらの方も合わせてご覧ください。それではこの次のですねシトロエンの本国のカラーマテリアルデザイナーを担当されています柳沢千恵さんのスペシャルインタビュー、ぜひねこちらもご期待ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。